健介隊に不足しているのはだいたいこの辺りですね。はい、改善策はいくつか考えておりますが、そうですね、こればかりはヒヨとコロにうまく立ち回ってもらうしかありませんが。はい、これもお二人の腕次第ですね。訓練計画をもう一度見直してみます。上洛が始まるまでに少しでも練度を高めておきたいですから。承知いたしました。何か？兵糧もなるべくいいものを安く仕入れられるようにいろんなところにお願いしてきました。武具類も野武士だった頃のつてで中古でも安くて質の良いものを回してもらえるように頼んでます。上洛が始まるまでに少しでも良いものにしておきたいですから。それでですね、それはとっくに済ませました。そうじゃなくてですね、お金じゃないですよ。健介様、昨日のことです。昨日のこと。クオン様のお屋敷に行った時はいつも昨日みたいなことしてるんですか？ごまかそうとした。いつもは？じゃあ昨日は？あの後ユイナ様とクオン様のお屋敷に帰りましたよね。しかもその後朝まで帰ってこなかったし。何してたんですか、健介様。よくないです。気になるから聞いてるんですよ。そうですよ。それとも言えないようなことなんですか？ひよ、もしかして健介様、クオン様たちとあんなことやこんなことまで。健介様不潔です。様と夫婦だなんて、そんなの分かってますってば、健介様。まあ、真っ赤になっちゃって可愛いです。もう本当におかしい。健介様ったらでも健介様、クオン様のことちょっと羨ましいなって思ったのは本当ですよ。
そうですよ。私たちも健介様のことお慕いしてるんですから。たまには一緒に遊んでくださいね。どうかしたんですか？それはしのちゃんですし、しのちゃんも本当はすごく気にしてると思いますよ。昨日ご飯食べた時も気にしてないみたいにはしてたけど、すっごく気にしてる感じでしたし。だからその分健介様が優しくしてあげなきゃダメなんですよ。そうですよ。しのちゃんも私たちみたいにちゃんと可愛がってくださいね。なに？また垂らしてるの？健介くん。相変わらずお盛んだね。ひなちゃんもいかがですか？やめとく。ひな、腹まされちゃったら困るし。それはもう新田家のお家流的な何かで？そんなお家流があるんですか？健介様！殿が三河への書状の準備ができたから取りに来るようにってさ。しのは？じゃあお願いするよ。それじゃあねー。健介様。本当にひなちゃんの言っていたようなお家流って使えないんですよね。そうですよね。ないのか。お帰りなさいませ。いかがでしたか？さすがですね。三河への書状の準備ができた件ですか？はい。先ほど城から使いが。もう出立の用意は済ませてありますから、訓練案がまとまり次第城に向かうことにします。健介様？何を。このようなことクオン様となさればよいではありませんか。冷たい？私がですか？
夫婦の営みに口を出すほど野暮なつもりではありませんが、それでこのようなことを。これヒヨとコロには。火の負の実。私は5番目ですか。相変わらずのたらしぶりですね。これでも不満を申し上げているつもりなのですわ。私は健介様の中で一体どういう扱いになっているのでしょう。多くは期待しませんが、もう少しばかり撫でていただければ私の胸の内も収まるやもしれません。でしたら健介様、ついでですので一つお伺いしたかったことがあるのですが。健介様、以前私のことを何としてでも手に入れたいとおっしゃいましたよね。だからキヨスからミノまでさらいに来たと。あれは今孔明の竹中半兵衛重治が欲しかったのですか、それとも。ついでです。こんなことでもなければいけませんから。女の子だったからですか。即答ですか。あなたらしいです。あの時さらわれたのはやはり私の身柄だけではなかったのですね。何でもありません。それだけ聞ければ十分です。あれだけしてまだ足りないのですか。それはクオン様やヒヨたちにも言ったのでしょ。またそういうことを次から次に。でしたらそうですね、この残りは三河から戻ってきたらということにいたしましょう。お約束ですよ。よくわかっています。
それはよく存じております。絶対叶えていただきますからね。どうかしました？私の愛想が悪いのは今に始まったことではないでしょうに。いい加減にしてくださいませ。ただいま帰りました。あれ、圭介様、しのちゃん？ああ、しのちゃんずるい。おや、聞かれていましたか。聞かれてたって？聞いてないけど、なんかずるい感じがした。それに何かしのちゃん、嬉しそうな顔してる。いつもと変わりませんよ。確かに何かいいことあったみたいな顔してる。昨日よりいい顔だね。変わりませんってば。さっきまでより？やっぱり圭介様、何かしのちゃんと？圭介様、正直におっしゃってください。やっぱりずるい。圭介様、私とコロちゃんには何もなしですか？私たちも都までの護衛や小谷からの先駆けをしのちゃんと一緒に頑張ったんですよ。しのちゃん、いい？それは構いませんが、私は三河の分も合わせてのご褒美ですからね。だったらコロちゃんと二人一緒にどこか連れてってください。あ、私もそれでいいです。それは分かってます。特に依存は。いえ、別に。もう川遊びって時期でもないですよね。そうだ、じゃあ今からご飯食べに行きましょう。だって圭介様とご飯なんてもう当分食べに行ってませんよ。それに圭介様、私たちが都に行ってる間に一発屋の支店が美濃にできたんですよ。親父さんやキヨちゃんも来てるんですよ。あと、おにぎりに海苔もつけてください。私も。さすがに海苔は言い過ぎでしたか？だったらそれはなくてもいいですから。圭介様、何ですかいきなり。頭撫でられるのも嬉しいですけど、
いきなりは心の準備が。健介様、私は関係ないではありませんか。それはまあ確かにそうですが。それでご飯は？おごりでなくともお供させていただきます。葉の焼き魚が私を待っておりますので。やった。でも他に行きたいところってある？コロちゃん。いや別に。あ、そうだ。さっきしのちゃん、ケンスケ様に抱っこしてもらってなかった？別に私がお願いしたわけではありませんが。ケンスケ様、だったらそれでいい。いやー、ケンスケ様、いきなり抱きつくのは反則。私も嬉しいですけど、私もケンスケ様のこと大好きですけど、いきなりどうしたんですか、ケンスケ様。よろしいのですか。もともとはお二人の不足分を補うのが目的だったのでは。嫌などとは言っていません。みんなでですね、ケンスケ様。ケンスケ様激しすぎですよ。お腹が空きすぎて、もはや歩くだけで精一杯です。もうちょっとだよ、しのちゃん。あと一息頑張ろう。はあ、私を待つお魚がふらふらと。あれ、ケンスケ。ああ、ケンスケ様。どうしたんですか、ワンコちゃん。なんか森家の連中が来るんだって。森家ですか？森家ってあんなのが他にいてたまるかよ。それで出迎えを任されたんだけどさ。くそー、なんでこんな時にヒナは訓練で出かけてるんだよ。ずるいぞヒナのやつ。森家は特別だから町の入り口まで迎えに行けって美月様と麦穂様に言われたんだよ。注文より先に出迎えに行くって。赤野様、
もしかして仲良し様もいらっしゃるんですか？知らないけど来るかもって話。圭介様、早く行きましょう。どこでもいいですから、とにかく大通りじゃないところに。お願いですから。ああ、ヒヨは門番したことあるんだ。ヒヨスで小物をしてた頃に手が足りないからって一度だけ。それがよりによって森家って大変だったね。それみんなやりたがらなかったから猿に回ってきたんじゃないのか？すっごく怖かったです。敵が攻めてきた方がまだマシですよ。思い出しました。森家、森三左衛門殿と森長吉殿の親子ですね。私も噂しか耳にしたことはありませんが、敵と見れば鬼でも夜叉でも食い殺すとか、常に甲冑は返り血で真っ赤に染まっているとか。ついでに味方も食い殺すとか。まあ噂ですから尾ひれがつくものだとは思いますが。ああ、それ尾ひれがつく前。はあ？態度の悪い門番とかビビってる門番がいたら普通に噛みつくし。だから戦場で会うのはマシな方なんだって。首狩る相手がいるうちはこっちはあんまり狩られないから。敵がいない時に見つかったらそのまま目についた相手が標的になっちゃうんですよ。とりあえず一発屋に向かいましょう。その森家の方々に出くわしたら今の費用では本当に死にかねません。ああ、行くんなら早く行った方がいいぜ。はい、そうします。お二人ともご武運を。ああ、ありがとな。生き残ったらまたご飯でも食べに行きましょう。